こんにちは。今日のサブチャンネルは毎月恒例の7月のスケジュール帳デコと7月にやりたいことを決めていきます。毎月使ってた仕事用のスケジュール帳なんだけど、先月6月でもう終わりとなりました。このノートを使い始めたのが去年の2月だったので、1年半くらいはこのノートを使いました。もうすでに無印で新しいノートを買ってたので、今月からこちらに切り替えます。居酒屋風な表紙がめっちゃお気に入りだったから、本当はこの表紙そのまま使いたいけど、新しいデコにしようと思います。表紙のデコはまた今度時間がある時にシールを貼ります。新しいノートということで、なんだかすがすがしい気持ちになりますね。7月はもう夏だから、クリームソーダのシールとかブルー系のシールを持ってきました。マスキングテープも全部ブルー系で揃えます。では半分に折って使おうかな。日付を書きます。7月は20日が海の日でお休みです。楽しみな予定がある日はお花のシールを貼ります。日記用で印刷してたこの写真なんだけど、結局その日の日記には別のことを書いて、この写真使わなかったので、これもね貼っちゃいます。サイズが大きいからマスのサイズに合わせます。ちょっと縦長に切りました。6月のスケジュール帳デコできました。夏らしいシールを貼って、ここにやることリストを書きます。右上にはメモが書ける欄を作っておきました。続いては7月にやりたいことリストを書いていきます。私、やりたいことリストをいつから始めてたっけと思って見てたんだけど、2年前の7月から始めてました。最初のページがこんな感じです。で、ここから毎月欠かさず書いてて、去年の7月のページがこれだ。7月にやりたいこと。7月のやりたいことリストも今年で3回目になりますね。先月はこんな感じでした。6月にやりたいことの一つで、ゲームの時間を減らすって書いてたんですけど、私これ見事に減らすことができて、っていうのも、私がこの時アップした動画を見てくださった方がインスタの DM からすごく有益な情報を教えてくださって、でそれがゲームのアプリの時間制限を設定することができるっていうので、私そんなことができるっていうのを知らなくて、その DM いただいてすぐ設定しました。 iPhone の設定画面からそのアプリを選択して、1日にどれぐらいで制限をかけるかっていうのを選ぶことができるんですよ。私は1日1時間の設定にしました。そしたらそのアプリを利用している時間を iPhone が勝手に測ってくれるので、1時間経ったらアラームが鳴るようになって、ゲームしてる時間って時間があっという間に解けちゃうから、私の体感ではまだ20分ぐらいしかゲームしてないつもりだけど、もう1時間のアラームが鳴ったりして、こんなに時間経ってたのって気づけるようになりました。1日に1時間遊んだらアプリのアイコンの色が少し薄くなるんですよ。
でそれを見たらそのアプリでまた遊ぼうと思っても、もう今日1時間やったんだったって思い出して、また別の作業ができるようになりました。教えてくださったフォロワーさんありがとうございます。でそれからというもの、そのゲーム熱が私の中でもだんだん冷めてきて、今は3日に1回とか4日に1回くらいしか遊ばなくなりました。でもまたこれから先やりたいって思う気持ちが出てくると思うけど、この設定のおかげで数時間遊ぶってことはなくなりそうです。今日使いたい紙があって、じゃじゃん、これです。これは紙箔のお裾分けの中に入ってた紙なんですよ。これを右のページいっぱいに使いたくて、ノートに合わせたサイズにカットしていきます。このイラストがめっちゃ夏っぽくて、7月になったら使いたいなって思ってたんです。ここ最近ネットフリックスでトリックを見るのにハマってて、トリックは私が小さい時にうっすら見た記憶があって、この人覚えてるっていうのがあったんだけど、内容はもうあまり覚えてなかったから、今見てもめちゃくちゃ面白いです。主演の仲間由紀恵さんが沖縄出身っていうこともあって、沖縄っぽい会話とかが出てくるんですよ。それも見ていて面白いです。こんな感じ。ちょっとここがサイズ合わなくなっちゃったのが気になるけど、遠目で見たらわからないからいいか。ここにこの紙を合わせて貼りたくて、でもこれを丸1枚貼ったら後ろの綺麗な絵が見えなくなっちゃうから、もう少し小さめに切ろうかな。これぐらい小さめのサイズにしました。なんかカモメっぽいデザインだったから、ここにもカモメがいるし合うかなって思って、縦に貼るのもいいですね。7月にやりたいことリスト書きました。夏らしくて可愛い。1つ目が沖縄を楽しむって書きました。7月に沖縄に行くのでしっかり満喫してこようと思います。夏野菜を使う。夏はトマトとかキュウリとかトウモロコシ、ピーマンとか野菜が他の季節よりも美味しく感じるので、7月8月の間にいっぱい野菜を食べたいです。次が水をこまめに飲むって書きました。私普段コーヒーをよく飲むんだけど、それと同じくらいお茶とか水とか水分をとって夏バテも予防したいです。思い出を写真に残すって書きました。今回の沖縄帰省でいっぱい写真を撮って思い出に残そうと思います。フルーツポンチを作るって書きました。去年もスイカを使ってフルーツポンチを作ったんだけど、今年も作る予定です。フルーツポンチを作る時に北海道で買った鶏のスプーンを使いたくて、それも使うのが楽しみです。キッチンアイテムの見直し、最後にも書いたんだけど、プライムデーで買うものの目星をつけていて、キッチンアイテムをいくつか買おうと思ってるので、買う前にまず最近使ってないなって思うキッチンアイテムを処分して新しいのを買う予定です。フィルターの掃除って書きました。エアコンのフィルターもそうだし、キッチンのフィルターもまとめて掃除します。7月から一気に暑くなると思うので、夏バテに気をつけながら過ごしてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。